こんにちは。こんにちは。シュガーケーンブランドディレクターの福富さんです。よろしくお願いします。シュガーケーン福富です。よろしくお願いします。福富さん、私先週、はい、入荷の知らせを受けまして、はい、1942モデルはい。買ってきました。今日入ってるんからです実は気になってたんです。調子いいですよ。いい塩梅ですこれ。ありがとうございます。しかし、はい、今日またお声をかけていただいたということは、はい。また次が進んでるということですよね。そうなんです。いよいよ1945モデルの方も発売の見通しが立ったので、決まったわけですね。はい、順調に進んでるわけですね。なんとか。おお。で、1945モデルはジャケットとパンツがありますんで、はいはい。それまたおさらいという意味で今回ちょっと紹介したいなと思いまして。これはもう発売直前になりますかね。はい、発売直前で、新しく出る1945をじゃあ今日再度はい、細かく、教えていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回こちらがはい1945モデルのセットアップ。もうこれ製品版ですか。はい、製品版がはい、いよいよここでお披露目できるということです。そうですね。はい。でまず1945モデルというところで、ええまあ1945年、で1945年の中でも、後期はい。にあたるモデルになります。1945年後期ですね。ははいい。もう対戦終了してるかもしれないですね。そうですね。はい。はい。まあ終戦間際もしくは終戦後のモデルはい。なんですけれども、まあ戦争が終わったからといって、はいすぐにその統制が解けるわけでもなく、実際は1946年まではい。統制っていうのが続いてたんですね。ほうなので、まあ、生地の節約、糸の節約、はいまあ、金属の節約、まあ、そういったデザイン面もそうですし、はいあと物価のコントロールっていうのも、まあ、第一次大戦でインフレになったりですとか、まあ、そういったのもあったようで、もう全部それは国がコントロールしてたわけですね。はい戦争直後も。はい。それがWPB っていう政府機関と、WPB。はいはい。あと OPA という2つの政府機関あったんですけども、はい。今回ちょっと面白い資料がうちにあったんで、はい。こちら1946年のミッドサマーシアーズの、カタログなんですけども、メールオーダーのカタログですね。はいこちら。はい。インサートでこういったおインポータントアバウトプライスはい。書いてありますね。まあ、このカタログ自体は4月26日に発行したんですけども、まあ、この OPA が6月30日まではいはい。存在してて、その後にもしかしたらここに今出てる価格の変動が起こるかもしれませんよという。そうですね。インポータントアバウトプライシスってこう書いてあるんですよ。こちら。へえ。でこの OPA っていうのが、ええオフィス・オブ・プライス・アドミニストレーションっていう、ま価格を統制するあ、はい事務所っていうことですね。はいはい、事務局というか。ほう。でまあ価格も統制してるんですけど、ええここの政府機関が実際この何でしょう、品番の頭に S をつけなさいと。ほうほうほう。対戦モデルといえば頭に S がはいついてましたからね。はい。1946年までそういった統制が続いてたというはいはいはいものになります。はい。今日は貴重ですね。はい。ただまた続いてディティールの前にこう苦労したんで、また糸から見ていただきたいんで、はい、ぜひぜひ。前回の1942モデルの時、記事の説明すごく細かく糸から伺ったんですけれども、またあの時とも全然これ別のものなんですか？もう綿から糸から色からすべて綿からも違うんですね。はあ、触り心地まで違うので、全く別の生地ということなんですね。ぜひ改めて紹介させてくださはい、い。ぜひ見せてください。お願いします。まずちょっとデニムを触っていただきたいんですけども、これなんかもう手にこうなんていうんですかね、当たるというか、凹凸があるというか、なんていうんですかね、このネップ感がすごい感じるんですよね。
強烈ですよね。強烈です。今自分で履いてる42のがもうちょっとスムースな感じ。はい。でまず紡績なんですけれども、前回の1942の縦糸の糸がこちらです。糸の紡績ですね、これ。はい。A に決定したというやつ。はい。で1945モデルが、最初に2つあった候補がこちらになります。全然違いますねこれ。はい。割とこっちの方がもうムラというよりゴミついてるぐらいの。もうこの時点で、そうですね、このネップ感がすごく視覚的にわかる。はい。はは。まあ開戦間もない頃と、あともう戦中の一番過酷な時期。はいはい。でまあどうしても軍需の方を優先にするものですから、まあ、チノパンですとかウエポンの生地、あとはまあヘリンボーンツイルとか、ああいった生地って割と細いしっかりした繊維がちょっと長めの糸じゃないと作れないので、いわゆるもう兵隊さんが着る服に優先されてた。はい。でまあ作業着はもう本当に後回しというか。それがまあそのジーンズを代表する作業着ってことですね。なんで紡績のもう下手したら落ち綿をもう一回拾い集めてですとか、あと繊維長が短い、ステープルっていうんですけども、長い方はフィラメント、でこちらがステープルなんですけども、そういった糸で構成されているのでこういった表情の糸になるんです。このネップ感の強い表情が、それだけこう寄り合わせてるっていうイメージですか。そうですね、綿を、で紡績した糸っていうことですね。これ A と B と、どっちもすごくネップ感が強いと思うんですけれども、今回はこちらの A で A が実際のヴィンテージに近いと、こちらの縦糸になってます。なってるわけですね。で染める前がこれです。で続いてロープ染色。1942モデルはこのちょっと赤みを帯びたやつで、1945モデル、こちらが A と B と2つ候補が。これも決勝戦ですね。はい、決勝戦の結果が微妙、分かんない、微妙に違いますか。これと比べると随分違う。赤いし、赤みが強い。こっちのが緑というか黒というか。でこの染めの色に関しても、紡績も未熟なので、綿のタンニンですとか、そういった不純物、そういったものの影響で結構黒っぽく。そういうことなんですか。これどっちが決勝残ったんですか。優勝は A の方になります。A だったんですね。じゃあこれがもうこのまま製品の縦糸なっていると、しっかりねこの白いところが見えてますね。中白で、中白で染めてるタイプになります。で続いて、糸が決まりました。で横糸を3種類変えて折ってみたのがこちらですね。横糸というのはこの裏に見えてる白い糸ですね。でこちらと、これだいぶ違って見えると思うんですけど、確かにこっちはいわゆる白、ちょっと黄ばんでるというかベージュっぽい色。でもう一個こちらもっとさらに茶色っぽくなってますね。これも3つの生地をわざわざ折って、縦糸はかけた状態で横糸だけ打ち替えて、どれがオリジナルに近いか、もしくはオリジナルと同じかっていうことですね。で今回は一番上のこちらが勝ち残ったわけ最ですか。終的に。ということはこの生地はもうまんま同じと思っていいんですか。製品ですよね。確かにその通りですね。でしかも撫でてみて、こうぬめりというか、ありますよね。そうですね。そうですね。言われてみればっていうところです。通常の米綿、アメリカンコットンですと、結構タオルで使うようなドライな
タッチ、カリカリとしたタッチのものが特徴なんですね。はい、ただヴィンテージの方が割とぬめりというか、あったので、はいはい、そういった綿を探して。綿のせいなんですね、それって。はい、ほう。あとはその綿から糸にする前の前処理、はい、精錬という工程ですとか、紡績前の工程とかもちょっと見直して、こういったぬめりを残すという。ほう、あ、そういうことができるんですね。できるというか初の試みだったんですけども。したんですね。はい、失礼しました、それは。そういったところもちょっとこういったちょっと黒っぽいインディゴの色になるっていうのが影響してるかもしれないですよね。ほう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 。で、今この3種類見てもらってるんですが、はい、ここでも分かりづらい上に、多分カメラじゃもっと分からないと思うんですよ。確かにね、写真にした時には。横糸がどれだけ影響するかっていうのを、シャンブレの生地なんですけども、ここにあるんで、これがシャンブレーの生地で縦糸がインディゴで横糸が白なんですけど、結構グレーっぽいですね。横糸を打ち替えただけでこんだけ。これは明らかに違いますよ。はい、縦糸は一緒なんです。同じなんだ。はい。だからデニムの場合は7割インディゴ、横糸の影響が3割表から見てあるんですけど、こちらの場合は平織りなんで、50%50% なんですけどね。シャンブレーは5050になると、5050だともうこれだけ違って見えるっていう。こんなに違いますね。縦も大事なんですけども、横糸もこれだけ大事だっていうのが重要ですね。ちょっと分かっていただきたくて。はい、ありがとうございます。全然違う。はい、ではいよいよ製品の、ジャケットからいきましょうか。こちらが、1945モデルのデニムブラウス。ブラウスですね。製品版。かっこいいですね。でまず、パッと見の特徴として、この尖った襟。襟がちょっとそうか尖ってるわけですね。はい。であとここの地の目ですね。地の目というのはこの生地の使い方ってことですね。通常だとこちらが縦になるんですね。はいはい。それが横向きで裁断して使ってるっていう。もう独特な生地使いのこの襟ということになってるわけですね。はい。でそれに並行してこちらのカフスも。カフスというのはこの部分。はい。通常のものよりもかなり太めなんです。で地の目も、カフスは通常こちら地の目なんですけども、横にって言ったらいいのかな。耳があるとしたらこういう向きになるんですけども、これは袖と同じ縦のまま。袖と同じ向きですね。確かにこの目が、これもちょっと変わった特徴になります。あとはこのボックスプリーツが通常のものに比べてかなりちっちゃめ。このステッチですか？はい。ということですね。6個あるステッチですね。はい。あと対戦モデルっていうと、通常オールイエローのステッチなんですが、これは、この巻き縫いの部分、肩もそうですね。が、若干オレンジの色。違う色味の糸を使ってると。あともう一箇所、こちらのウエストのベルトの裏なんですけども、ここに黒のステッチを使ってます。本当だ。黄色と黒でこうまだらになってますね。ここもちょっと虎模様な。で、対戦機のドーナツボタン。もういわゆる対戦モデルらしいディテールですね、これって。でリベットは無地の鉄リベット。鉄なんですね。完全にここはボタンも鉄ですね。一応フロントはこういった感じですね。で後ろなんですけれども、革パッチのラベル付けなんですけども、一筆で縫い始めと縫い終わりがここなんですけども、ぐるっとこう縫ってるわけですね、一回で。ちょっとこのごちゃごちゃっとしてるところは、これはもう素材をそのままやってるんで、わざともう当時はそういうやり方を
そのまま踏襲していると。はいはいはい。エラー品ではないよということですね。そうですね。はい。あとは46インチなんで、なんといってもこのセパレートのティーバッグ。ティーバッグですね。はい、46インチからがティーバッグになっている、はい、ということですね。あとこちらが、鉄製のバックルでこの尾状についてる、はい、こちらですね。はい。いわゆる対戦後期のヤスリバックルと呼ばれるタイプですね。はい。でこれもこのモデル専用で新たに作成しました。この1945のためだけに作ったものがあるんですね。実際でも1942のパンツとかにも尾状使ってるじゃないですか。はい、あれとは全く違いますもんね。ちょうど今、いつもポケットに持ってます。はいはい。あ、じゃあぜひぜひ。ちょっと待ってくださいね。へえ、目で見ると。1942の黒バックル。そうですよね。この黒さにこだわったっていうのを前回やってましたから、全く違うものですね。はい、ファーストシーズンのものなんですけど、43と1946モデルに使ったバックル。1943と1946。はい。で今回のヤスリバックル。ほう。前回1942の時に、これ金型から全部起こしてって大変だって説明を伺ったんですけれども、またこのためだけに同じ工程でやってるわけですか。結局金型は全部別なので新たに作り直さなきゃいけないと。もう専用です。細かいところまでしっかりやってるわけですね。でもちろん鉄なんで磁石あるんですけども、尾状が、リベットもここも鉄で、鉄リベットで、あとそうですね、こちらのブラウスの袖丈なんですけれども、元にしたヴィンテージが46インチだったんですね。まさにこれと同じ46インチということですね。で測ってみたら46インチにしてはちょっと短めかなとも思ったんですけども、袖丈がそれはもうそのまんま作ってます。サイズが46、大きくなっても袖がそこまで伸びてないっていうのがこのブラウスの特徴なんですね。今回は46インチのヴィンテージをベースに作ってたので、その個体が短かったのでそのまま短めに作ってます。じゃあもう身幅が大きい、サイズが大きいのを着ても普通だったら袖がビヨーンと余っちゃうような心配は少ないですね、このブラウスは。この個体はそういったものですね。続いてパンツの方を。じゃあちょっと場所を開けますね。こちらですね。まずちょっとこの生地を見ていただきたいんですけども、すごくザラザラとは言ってたんですけども、さらに色味に奥行きがある。生地のサンプルで見るのと、製品になってみるのとではまた雰囲気が見え方変わりますね。光の角度なんかでもちょっと表情が豊かというか、先ほど言ったぬめりとかが特にパンツだと、長いですもんね、生地も。分かりやすいかと思います。でまずこちらのディティールなんですが、終戦期ということもあって、ボタンが先ほどのブラウスはドーナツボタンだったんですけども、そうですよね。こちらは、ロゴ入りのボタンになってます。ただ1942モデルもロゴ入りボタンだったんですが、光沢とかメッキのフィニッシュ、経年とかも含めて色目は全く違ったちょっと鈍い色の。そうか。もともとロゴ入りだったものが、一度月桂樹のドーナツボタンに変わって、また戻ってきたというタイミングなんですね。ロゴ入りボタンに戻ってきたタイミング。ただリベットはまだ大戦期の無地の鉄製リベット。本当だ、これ鉄製なんですね。あとコインポケットの地の目なんですけれども、よく耳使いとかあるじゃないですか。普通横に入ってますよね。こちらに関しては
実物通り縦に使ってます。あ、そうか。こう馴染んでますね。はい、他の生地の部分と同じ面になってるということですね。はいはい。これもこの個体の特徴ですね。へえ、そうなんですね。続いて裏側ですね。このヒップポケットの表情がザ対戦という、はい、ちょっと形が、これが対戦モデルの個性と言ったらいいんですか、これもでも忠実に元にしたヴィンテージを再現したらこの形だったっていうことですよね。そうです。はい。でフラッシャーのフォーザデュレーション、はい、あと42モデルではカパーになったんですけども、このオリジナルリベットっていうこういったところもカパーリベットじゃなくてオリジナルリベットに変わっているということですね。はい。でレザーパッチに、S が頭についてるのと、お尻に謎のちょっとずれて A って入ってるんですけど、小さい A が入ってますね。はい。こちらがおそらくなんですけれども、その終戦そのあたりで、銅の規制とかももうその頃には解除されてるんですね。はい。物資統制のそのリベットの削減とかそういったものはまだ続いてはいたんですけれども、はいはい、一応その戻りつつあるというところで、この A という刻印が入ったものが、もう一本確認されてたんですけども、そちらは、ドーナツボタンで、ライトオンスのデニムの袋地を使って、それにはまたリベットが打ってあったんです。でこちらに関しては、またリベットはないんですが、そうですね、コインポケットのリベット、そうか。通常この S がついてたらここは、打っちゃいけないんですけども、ただそのまたリベットだったりこのコインポケットのリベットだったり、で A というところを考えると、なんかその A という刻印がある場合に、削除されたディティールを、もう一度ちょっと戻そうという動きが試行錯誤であったというふうに想像できるわけですね。結果的にはまたリベットはそのまんま復活することなく、そうですね、このコインポケットのリベットは復活して、あとバック新地はもうそのまんまなくなっちゃって、戻ったり戻らなかったりっていうのはあるんですけれども、そうか、大戦期を境にジーンズもそういう一つ一つの細かいディテールが変わったわけですね。続いて中いきますね。隠しリベットがこちら、ここの隠しリベットですね。他のリベットとは形状の違うこのぽっこりした専用の、そうですね、普通は真っ平らですもんね。あとこの向きだと分かりづらいんですが、ここ、隠しリベットの上ですね。ここでこのステッチですか。ここが1942モデル、あと終戦後のモデルはバータックなんですけども、リベットの数と同様に、バータックの数も規制されてたので、なので、こちらの4箇所隠しリベットの上なんですけども、バータックではなくて、いわゆるねステッチってことですね。これも対戦機の特徴ですね。細かいところでなかなかわからない、気づかないところですね。あと袋地、今回もこちらは表側なんですけども、スタンプが前回の42モデルでこうめくったところに場所が違いましたっけ。あとこのポケットの形状を覚えておいてください。これですね。見えるかな。1942モデルはこういった感じで角が角張ってた。本当だ。1945は角が丸いんですね。こんな違い言われないと気づかないし、あれそうだったっけかって自分で履いてるの確認しちゃう。そうですか。
違うんですね。はい。そういったところもなかなか作りながら楽しんでる。そう、はい、気づかない、なかなか僕には、逆に素人には。はい、はい、ありがとうございます。そういったところまで、再現してます。はい。そうか。この対戦の S1945 モデル、はい、やっとこれが、販売されるということなんですけど、やっぱり色落ち、はい、気になるところなんですよ。この熱風のある独特な生地がどう色落ちしていくのかなっていうのは。ちょうど僕今日サンプルなんですけども、同じ生地の4号モデル、この生地を使ったサンプルで作ったものなんですね、これが。の38インチがこういった感じです。これ結構落ちてきてますよね。そうですね。袖とか分かりやすいですね。はい。ほほほ。で、なんて言うんでしょう。まあムラの激しい糸なので、はい、縦落ちっていうよりはちょっとつぶつぶっていう感じの点落ちという印象が。もう実際のある意味テストしてる感じですね。いいですね。でも、結構始まってはきてますよね。少しね、やっぱり当たってる部分はだいぶ下が見えて白っぽくなってきて、雰囲気出てきてますね。あとは僕が気になるのは、僕今1942、履いてみて、すごく調子いいというのは最初にも話したんですけれども、これシルエット的には1942と比べるとどんなシルエットになります？パンツは。1942の方が若干ワイドです。ちょっとゆとりがあるぐらいの感じで、46も、私履いてるんですけれども、45と46で比べるとどんな感じですか？結構近い感じですね。もうシルエットはそこは、シルエットはそうですね。ただ素材感が全く違うんで、そうか、生地が違うんで、また履き心地なんかは全て変わってきちゃうわけですね。はいはい。この S1945 モデル、もうすぐ発売という認識でいいですね。はい。この動画がアップする頃には発売できるようにします。はい、ということで、詳しい日程、発売日に関してはまた概要欄の方で分かるようにしておきますので、そちらでは、情報を出したいと思います。はい、ありがとうございます。前回の1942モデルに比べて、あちらは対戦初期、こちらは対戦後期。そうですね。で、先ほども説明したんですけども、綿とも糸も、縫製仕様もパターンもパーツも全て異なる。全部違うわけですね。はい。こちらも魅力満載のモデルになっているので、ぜひチェックしていただければと思います。私も履いてみたい。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。